皆さんこんにちは。たぬき先生です。今回は鬼滅の刃というアニメについて話したいと思います。皆さんは鬼滅の刃というアニメを知っていますか？見たことありますか？とても有名なアニメですよね。日本だけではなく海外でも有名だと聞きました。皆さんは鬼滅の刃のキャラクターの中で誰が好きですか？みんなかっこいいですよね。選ぶのが難しいですよね。私は炭治郎、禰豆子、甘露寺蜜璃が好きです。今回は鬼滅の刃と日本の歴史について語りたいと思います。皆さんは日本の歴史が好きですか？日本の歴史を知っていますか？今回の内容は鬼滅の刃について、大正時代について、日本の戦争の歴史についてです。では始めましょう。鬼滅の刃は2019年からアニメが始まりました。皆さんも知っていると思いますが、大正時代の日本を舞台に、主人公の竈門炭治郎が鬼に変えられた妹の禰豆子を人間に戻すため、鬼殺隊に入り、鬼と戦う物語です。皆さんは鬼滅の刃は日本の歴史や文化など取り入れられているのを知っていましたか？さっき言ったように、鬼滅の刃は大正時代の日本が舞台となっています。そのため、大正時代の文化や社会が描かれているそうです。皆さんも気づいたかもしれませんが、主人公たちが大正時代の衣装を着ていたり、建物や生活様式などが大正時代の日本となっていたりします。皆さんは大正時代っていつか知っていますか？大正時代は1912年7月30日から1926年12月24日の15年間のことです。日本では年を表すのに西暦と元号の2つの方法があります。西暦は西洋の年の数え方で、元号は日本の年の数え方です。西暦では今年は2025年で、日本の元号では今年は令和7年です。天皇が変わると元号も変わります。鬼滅の刃のキャラクターが生きていた大正時代にはいろいろなことがありました。例えば第一次世界大戦があったり、世界恐慌が起こったり、関東大震災という大きな地震が東京でありました。怖いことがたくさん起こりましたが、西洋の影響のおかげで技術が進化して市民の生活は昔と比べてだんだん良くなってきました。東京都の街では電灯が普及し、街が明るくなりました。映画の上映が始まるなど、市民の生活や娯楽がとても豊かになってきたそうです。交通の便も良くなりました。アニメ「鬼滅の刃」でも浅草を走っていた電車、自動車などが出てきましたね。また西洋に影響を受けた新たな思想や価値観も生まれ始め、
今では大正ロマンと言われています。その一方で、ストリートチルドレンが多かった時代でもあったそうです。鬼滅の刃では、ほとんどのキャラクターは孤児であったり、両親を失っています。孤児は両親がいない子供のことです。なぜこの時代は孤児が多かったのでしょうか？実はこの時代より少し昔から戦争がたくさんありました。大正時代の前の時代である江戸時代の終わりから戦争がありました。江戸時代の慶応4年1868年に始まった戊辰戦争という日本国内での戦争で町の人口が半分に減りました。そして貧しい人たちがたくさん増えたそうです。戊辰戦争は1868年から1869年にかけて日本で起こった戦争です。戦争が起こる前までは江戸時代で徳川家という日本の武士の家が日本を治めていました。しかし新しい政治体制を作りたい人たちが出てきました。そのため新政府軍という新しい人たちと旧幕府軍という古い人たちが戦いました。最終的には新しい人たちである新政府軍が勝って江戸時代から明治時代という新しい時代になりました。さらに明治時代にも残念ながらたくさん戦争がありました。明治27年1894年に日清戦争がありました。日清戦争は1894年から1895年にかけて日本と清国、いわゆる中国の間で戦争がありました。明治37年1904年には日露戦争という日本とロシアの戦争がありました。大正3年1914年には第一次世界大戦などもありました。ネタバレになってしまいますが、鬼滅の刃の第135話では、鬼殺隊最強と言われる岩柱の姫島行明の過去が描かれています。皆さんはもう見ましたか？行明は鬼殺隊に入る前に9人の孤児を小さな寺で育てていましたよね。行明が柱となったのは19歳の時です。なので逆算すると明治30年代後半頃、1901年から1906年頃に鬼殺隊に入ったと推測できます。この時期は日露戦争の影響で孤児が急増した時期だったそうです。行明が保護した子供たちもまた日露戦争の孤児である可能性が高いですね。このように鬼滅の刃のキャラクターが生まれた時代には東京にいくつもの貧民街が形成されていて孤児も多かったそうです。皆さんはどう思いましたか？鬼滅の刃はとても面白いアニメですが、歴史的背景などいろいろ考えさせられますよね。鬼滅の刃と日本の歴史が好きなので話してみました。では今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで聞いてくれてありがとうございました。じゃあまたね。